ドミニオンはカードを買って自分だけのデッキを作り、最終的に勝利点というものを多く買った人が勝利するゲームです。最初は10枚のカードからスタートしますが、何のカードを買ってどうやって勝つためのデッキを作っていくかがポイントとなります。カードには3つ種類があり、カードを買うのに必要な財宝カード、他プレイヤーを妨害したり勝負を有利にするためのアクションカード、そして勝敗を決める勝利点カードというものがあります。ゲームの準備をします。勝利点カードの1、3、6点、財宝カードの1、2、3金、そして呪いのカードを各枚数ごとにテーブルに置きます。プレイ人数によって使用枚数が変わります。次にアクションカード25種類と庭園というカードを含めた計26種類のカードの中から10種類だけを選びテーブルに置きます。これらが置かれた場所をサプライと呼びます。サプライができたら各自1金7枚と1点3枚を獲得してシャッフルします。シャッフルしたものが自分のデッキになります。デッキから手札5枚を取ります。あと、捨て場を決めておいてください。これはプレイ中に使用したカードを置く場所となります。ひとまず準備完了です。ドミニオンの勝利条件は勝利点カードを多く買った人が勝ちとなります。6点の属性カードが全てなくなるか、サプライから他のカード3種類がなくなるとゲーム終了です。終了した時点で勝利点カードを多く持っていた人が勝ちとなります。それでは自分のターンでできることについて説明します。5枚の手札から行動を行います。行動順として1、アクションカードの処理、2、サプライから財宝カードで買い物をする、3、カードを引き直す。以上の行動が終わったら次の人へ交代となります。まずアクションカードの処理からですが、アクションカードの使用と買い物ができる回数は自分のターンで基本的に1回のみです。しかしアクションカードを使用することで回数が増えたりします。アクションカードはカードの下にアクションと書かれているものが対象となります。カードの指示通りに処理を行ってください。またアクションカードに効果がいろいろ書いてある場合は処理を行う優先度としては共通して次の通りです。1、プラスカードを引く。これは最初に行ってください。2、カード特有の効果。一例ですが、衛兵や前駆者などに書かれている能力がそれに該当します。3、プラス丸アクション。回数分だけさらにアクションカードが使えます。コンボの起点となります。4、プラス丸購入、プラス丸金。これは買い物時にまとめて処理します。プラス丸金というのは買い物時にボーナスがつくということです。アクションカードの処理が終わったら次はカードの購入です。カード左下に書いてある数字がコストになります。購入したカードは捨て場に置きます。お金が余っていても1回しか購入できない場合はそれで終了となります。アクションカードの使用と購入が終わったら未使用のカードも含めて手札のカードは全て捨て場に流し、デッキから新たに5枚獲得します。デッキがなくなった場合は捨て場をシャッフルして戻し不足分を取ります。この繰り返しでゲームを進め、勝利点カードを多く獲得した人が勝者となります。この勝利点カードはゲーム終了時しか効果を発揮しないため、ゲーム中に手札にあっても何も効果はありません。捨て場とは別に廃棄というルールがあります。アクションカードの指示で捨て札という表現が使われていた場合は捨て場に流しますが、廃棄という表現が使われていた場合は廃棄置き場に流します。廃棄されたカードはプレイ中に使用することはありません。以上になります。わからないことがありましたらコメント欄で質問していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。